石の路頭にお棒を置く。仕返しで漁師へ進み、速度網を開く。騎兵育成所から消し子を出し、戦う場所を自分で選ぶ。現行パッチの上位5試合では、5試合全てがこの核を持っていました。中央値は、お棒31秒、領主4分53秒、騎兵育成所6分39秒、景色7分20秒です。ただし、モンゴルは決まった順番をなぞるだけの文明ではありません。槍を先に出すのか、弓を足すのか、全勝値で速度網を伸ばすのか、お棒の石を今必要な時間へ変える文明、それがモンゴルです。モンゴルの強みは3つあります。1つ目は、お棒が生む石を二重生産や改善研究へ回せること。2つ目は、ハーン、ケシク、マングダイといった機動力のある軍です。3つ目は、建物を梱包して動かし、全社内のヤムネットワークで騎兵と交易商の移動を早められることです。城壁で広く囲ってから戦う文明ではありません。資源、敵軍、退路を見て、軍と拠点の位置を変えます。だから覚えるべきなのは、建物を置く完成図ではありません。お棒の影響範囲をどこへ作り、速度網をどこへ伸ばし、騎兵をどこから出入りさせるか。この3点を一つの攻撃経路として考えます。お棒は石の路頭の上に建てる固有建物です。時代1で毎分70、領主で100、上主で140、帝王で170の星を生みます。一度に持てるお棒は1頭だけです。新しく建てると前のお棒は失われます。この石は町の人を石へ貼り付ける代わりに軍と経済の選択を増やします。影響範囲へ軍事施設を置けば石を使った二重生産ができます。経済技術には通常版より強い改善版があります。しかし、同じ石を両方へ同時には使えません。最初の景色を2体にするのか、町の人の運搬や回収を改善するのか、次の軍種のために残すのか。お棒が動いているだけでは優位は完成しません。石の残量と次に欲しい時間短縮を一緒に見ます。ゲルは食料、金を納品し、経済技術を研究する建物です。資源地が枯れたら遠い場所へ新しい納品所を建て続けるだけでなく、梱包して次の資源へ寄せられます。ただし、移動中は納品も研究もできません。いつ動かすかを決めず、町の人の近くで荷車のまま止めると内政が遅れます。食料にも特徴があります。モンゴルは畑を建てず、牧場が140秒ごとに羊を1頭産みます。羊が足りない時の長期食料源ですが、未回収の羊が増えすぎると生産は止まります。牧場を増やす時は木だけでなく、羊を回収する町の人と町の中心までの距離も見ます。動ける建物は置き場所を考えなくて良い仕組みではありません。資源の寿命を読み、止める時間を短くするための仕組みです。ここからは固有ユニットと建物を一つずつ見ます。ハーンは時代1からいる人口ゼロの遠隔騎兵指揮官です。信号矢で周囲の軍を支援し、時代が進むたび自動で強くなります。偵察兵のように広い視界と羊を連れ帰る役割も持ちます。倒されても町の中心で再出現しますが、同時に1体だけです。だから無料だからと敵陣の奥へ置き去りにしてはいけません。敵軍の構成を見て本体が入る角度を決め、戦闘の直前に信号矢を合わせます。再出現するからといって倒される損失がゼロになるわけではありません。戻るまでの間は視界と信号矢を本体へ届けられません。偵察だけを続ける時間と軍へ合流する時間を分けます。ケシクは漁師から使える重機兵です。食料120、金80、育成30秒。攻撃するたび体力を回復するため、短い接触を繰り返しやすい一方、通常のランサーより体力は低めです。回復は攻撃を当てて初めて働きます。槍兵へ追われながら無理に殴り返すより、別の資源地で安全に攻撃を成立させます。槍兵と土兵が苦手です。正面で止まって殴り続けるより、資源地へ入り、反撃が集まる前に離れ、別の入り口へ回ります。ハーンが見る。ケシクが入る。速度網へ戻って回復する。2機を突撃の強さではなく、鉄壁を選ぶ組として使います。マングダイは漁師の遠隔騎兵です。食料90、金60、育成28秒。移動しながら撃てますが、移動中は通常より遅い間隔で射撃します。射程も短いため、相手の遠隔兵へ正面から近づく使い方は危険です。追ってくる近接兵を削る。守りの薄い資源線を通り抜ける。相手を本体から離す。移動射撃は逃げながら常に最大火力を出す能力ではなく、位置を変えながら損失を減らす能力として見ます。機械師で解禁される支援機射兵は、遠隔軍を助ける騎兵です。木60、金60、育成20秒。周囲の遠隔ユニットの射程を伸ばしますが、体力は低いです。マングダイや弓兵の後ろへ置き、敵の騎兵が回り込む側から離します。お棒は軍を増やす石の中心。牧場は羊を増やす食料の中心です。
お坊から施設が外れれば、そこで石を使う選択は作れません。牧場から羊が出ても、町の人が回収しなければ食料には変わりません。建物の生産と、町の人や軍が実際に働く位置を同じ画面で見ます。どちらも建てただけでは働ききりません。お坊は影響範囲へ使う施設を入れる。牧場は生まれた羊を回収する。保有要素は単体の強さより、誰を範囲へ入れ、誰を外へ逃がすかで価値が変わります。領主進化は、仕返しと銀の木の2択です。仕返しは、完成するとヤムネットワークを即時研究します。さらに車種育成所で、支援機車兵を作れるようになります。騎兵の侵入と退路を早く作り、遠隔軍の支援も用意する選択です。上位5試合では、5試合全てが仕返しでした。ただし、これは銀の木が無効という意味ではありません。銀の木は市場として働き、交易商を 40% 早く生産し、金コストを 40% 下げます。安全な交易線があり、領主の正面線より長い収入を作りたい時の選択です。早い騎兵で地図を使うなら仕返し。交易路を守り、時間とともに金を増やすなら銀の木。建物の数字だけでなく、完成直後に使える道があるかで選びます。上主進化は、クリル隊と大草原の砦です。クリル隊は、範囲内の味方を毎秒1回復し、ダメージを 20% 増やします。軍が集まる前線へ置き、戦闘後の回復と次の攻撃を同じ場所でつなぐランドマークです。ただし、軍が範囲から外れれば効果はありません。敵の遠隔攻撃へ孤立させず、本体が戻れる場所を選びます。大草原の砦は、ゲルとして働きます。ここへ納品した金を 50% 増やします。安全な金庫へ寄せ、上司の重い金支出を支えるランドマークです。前線で何度も戦い、回復から押し直すならクリル隊、後方の金を増やし、上司軍や帝王進化へつなぐなら大草原の砦。軍が集まる地点と町の人が納品する地点のどちらが安定しているかで決めます。帝王進化は韓国の宮殿と城の仏塔です。韓国の宮殿はモンゴル帝国とその支配地の多様な軍を自動で出現させます。資源を直接払わず軍を増やせますが、出てくる編成へ自分の役割を合わせる必要があります。足りない兵を必ず選んで出す施設ではありません。城の仏塔は石の路頭がなくても毎分240の石を生みます。さらに二重生産に必要な石のコストを 50% 下げます。帝王で複数の軍事施設を回し、必要な軍を自分で選んで増やす選択です。自動で増える軍を本体へ組み込みたいなら、韓国の宮殿、石の収入を確定し、二重生産を繰り返したいなら、城の仏塔、帝王で不足するのが軍の総量か、編成を選ぶための石かで判断します。ここからは、現行パッチ11308の公開試合を見ます。陸の1対1、上位4選手5試合です。マップは、フランクウッズ2、ハワイタアラビア2、アタカマ1、4勝1敗ですが、勝率や勝因の材料にはしません。5試合すべてに、お坊、仕返し、騎兵育成所、景色がありました。お坊の中央値は31秒、仕返しでの領主進化は4分53秒、騎兵育成所は6分39秒、景色は7分20秒です。収入中央値は6分で食料262、金270、金69、機器100、8部では食料486、機331、金220、個々100でした。騎兵育成所を用意した後、景色を回す食料と金を増やす形が見えます。ただし、最初の軍は共通ではありません。暗黒の槍兵は2試合だけです。戦士育成所、車種育成所、弓兵、全勝地はそれぞれ4試合。牧場、万具台、2つ目の町の中心はそれぞれ1試合でした。固定額は、お坊、仕返し、騎兵育成所、下宿、槍、弓、全勝地、牧場、2つ目の町の中心は、相手と地形で選ぶ分岐です。実戦では4つの順番で判断します。1つ目、お坊の石を次に何へ使うか。最初の接敵を早めるなら、景色の二重生産。長く採集する資源が見えているなら、改善掲載技術。残量を見ず、使っているペンキを押すのは避けます。2つ目、相手の最初の軍は何か。騎兵なら槍兵。槍兵が厚いなら弓兵。守りが薄いなら景色で資源線を狙います。3つ目、全勝地をどこへ置くか。敵陣へ最も近い場所だけでなく、入った騎兵が戻る道も速度もへ触れます。4つ目、食料をどこから続けるか。羊が残るなら騎兵の生産を優先する。羊が減るなら牧場へ火を回す。相手の量子圧力が弱い時だけ、2つ目の町の中心も検討します。石、敵軍、退路、食料の順に見ると、機動力を忙しさだけで終わらせずに済みます。モンゴルは動き続けて鉄壁を選べる時に強い文明です。反対に槍兵で入り口を塞がれ、
速度網の外で止められると、ケシクの回復と機動力を活かしにくくなります。ケシクは通常のランサーより体力が低く、槍兵と土兵が苦手です。重騎兵だからと正面へ置き続けません。マング台は射程が短く、移動中の射撃間隔も遅くなります。敵の遠隔兵へ近づき続けると、移動射撃の前に損失が出ます。支援機射兵は体力が低く、支援オーラを欲張って前へ出すと狙われます。ハーンが倒されれば戻ってきますが、再出現まで信号矢と視界を失います。内政では、お坊の位置、軍事施設の位置、牧場の羊回収が別々になるほど操作が増えます。建物を動かすときも、その間は仕事が止まります。すべてを同時に動かすのではなく、今の戦闘に必要な範囲を一つ完成させてから次へ移ります。まとめます。モンゴルはお坊の石を二重生産と改善研究へ変える文明です。仕返しで速度網を開き、ハーンで見て、ケシクで入る。槍兵が増えたら弓兵を足し、退路が遠ければ全焼地でヤムネットワークを伸ばす。羊が減ったら牧場へ移り、資源地が変わったらゲルを動かす。領主は速度網か交易。上主は前線の回復と火力か。後方の金。帝王は自動で増える軍か。確定する意思と安い二重生産です。上位5試合の共通格は、お坊、仕返し、騎兵育成所、ケシクでした。しかしその前の槍兵と、その後の弓兵全焼地、牧場、2つ目の町の中心は分かれています。覚える完成図は一つではありません。次の石を何へ使い、どこで戦い、どの道から戻るか、その判断を先回りさせる文明がモンゴルです。ここまで、砦要でした。